プロジェクターってなかなかちょうどいいものがないんですよね。値段、スペック、サイズ感、デザイン、いろいろ要素はあるんですが、僕の場合普段はテレビが家にあるので、それを見てるんですけど、そうなるとプロジェクターを使う時って友達がたくさん来た時に大人数で何か映しておきたいだとか、いつもよりもさらに映像に没入してよりムードを含めて楽しみたいといったシーンですかね。となるとめちゃくちゃ高くてハイスペックなものが欲しいかと言われると、正直そうでもないんです。各要素のバランスが優れたものを選びたいということで、今回は XGIMI さんからプロジェクターをお貸し出しいただきました。先ほど話した通り本当にちょうどいいプロジェクターになっています。何がちょうどいいのか見ていきたいと思います。早速行ってみましょう。改めてにはなりますが、こちらが、今回紹介する XGIMI さんの MOGO3 Pro という、モデルのプロジェクターになります。XGIMI さんのこの公式のページをいろいろと見ていく中で特に惹かれたのがこの MOGO3 Pro のプロダクトデザインでした。見てください。可愛くないですか一見何なのかあんまりよくわからないようなスタイリッシュな感じになってますね。円筒形のフォルムになっているんですが、カラーがちょっと特徴的なんです。今ここ下に置いてるのはステンレスのシルバーになるんですが、一見同じ色に見えて意外とねちょっと違うカラーリングなんですよ。なんか暖色によっているベージュっぽいようなパープルっぽいような、そんな色が混ざったシルバーという雰囲気ですね。そしてこれですよね。この紐とこのオレンジの丸いアジャスターかな、これがあるだけで全然プロダクトの雰囲気が違いますよね。プロダクトの差し色として機能してます。なんかスタイリッシュな雰囲気なんですが、そんな緊張感を少し抜くようなこの細かいディテールの柔らかい雰囲気、これに僕はとても惹かれました。全体的に丸っぽいので十分可愛らしさがありますよね。でこれどうやって使うかというと、ここをちょっと上げますと、でこうやって回転させると、これで投影するというような、ここからですね形になるんですね。この状態からここまで展開するのなかなか面白いギミックだなというふうにも思います。なのでここがしっかりスタンドになってくれるっていうのがこの製品のハードウェアのもう一つの特徴になります。通常の円筒形のプロジェクターだとどうしてもスタンドがついていなかったりして別で購入してつけなければいけなかったりだとか、逆になんか箱型のがっちりとしたプロジェクターはそれだけでしっかり安定する分角度調整がちょっと難しいっていう問題もあると思います。その点この MOGO3 Pro はこれ単体である程度の角度調整が可能、一定の範囲で動かせるっていうのがすごく使いやすくなっているポイントかなと思いますね。それこそ壁に投影する時にちょっと高さが足りなくて、わざわざ別でねこうやってなんかかませてこうやってどうにか角度合わないかななんてやる必要ないんですよね。これ単体でもうちょい上に移したい、もうちょい下の方がいいみたいなのを一定の範囲で動かすことができます。というかこの展開された状態でもめっちゃスタイリッシュ、いいな。これプロダクトとしてすごい好きだ。でこの MOGO3 Pro は家で使うのはもちろん屋外に持ち出して使うことも一応考えられています。なのでかなりね軽量コンパクトっていうことが特徴として挙げられているんですね。実際ですね片手ではちょっとでかいかな。でも持ち運べなくはないかなくらいのサイズ感にはなっています。 iPhone と比べるとサイズ感は16 Pro だとこのくらい、でかいか。これ 500ml ペットボトルですね。ちょっと太いな。重さは 1.1kg。僕の使ってる MacBook Air とかとあんま変わらない、もうちょい軽いぐらいの重さですね。どうしても他の荷物と比べるとかさばるし重いという印象はあるかもしれないんですが、プロジェクター絶対持ってきたいねっていうようなシーンではかなり重宝するかなと思いますし、1泊2日とかではなくて少し長めの旅行でずっと使い続けられるエンターテインメントのアイテムを持っていくというような観点では非常にいい選択肢なのかなと思います。ちなみにこのコンパクトさは中にバッテリーを積んでいないことも理由の一つになります。基本的にはこの USB-C のケーブルをここに挿してこれで使うというような、使い方になりますね。ただこの MOGO3 Pro 専用のバッテリースタンドというのも販売されています。これは別売りなんですが、こちらを使うことによってアウトドアのシーンでも使いやすくなるかなとは思います。基本的に家ではこうやって、充電ケーブルを挿しながらということになりますね。ということで早速使ってみようと思いますが、ちょっと今明るいので暗い時に使っているところを撮ってみているので、夜まで一旦時間を進めたい、いや戻したいと思います。
はい、じゃあ早速やってみようと思います。こうやってもうつけるだけ。はい、出てきましたね。中には Google TV が内蔵されています。なので、スマホとか自分のアカウントと接続してすぐに映像作品を見ることができるんですね。これで今フォーカスを合わせています。もうね、起動すると勝手につくんですよ。はい、でこれ動かすとすぐにこのまず台形補正が働いてまっすぐにしてくれます。すごくないですか？でちなみにリモコンが付属しております。このリモコンの操作によって、先ほどのフォーカスを、手動でオンにすることもできます。はい、こんな感じ。もう一回合わせてくれるという感じですね。こんな感じでプロジェクターをこうやって展開するだけでもう完璧な状態にセットアップされるというこの手軽さが僕はめちゃくちゃ感動しました。で先ほどもお話ししましたが、こちらのプロジェクターは Google TV を内蔵しています。なのでこういった Netflix、YouTube、ABEMA、TVer、Hulu、プライムビデオなどなどさまざまな映像配信サービスをこのプロジェクター単体で見ることができます。今スマホとか何も接続していなくて、単にこのプロジェクターを自宅の Wi-Fi につないでいるだけの状態です。普段使うようなサービスは一通り網羅しているんじゃないでしょうか。例えばじゃあ試しに YouTube を開いてみるとうなげろりんが出てきた。こんな感じでもう動画も見られるようになっているんですね。いやにしても明るいですね。めちゃくちゃ今部屋の中間接照明をつけて全然十分生活できるくらいの明るさを保っているんですが、それでもしっかりと動画の内容を明るく見ることができるようになっています。いやいいですね。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 画面のサイズも十分ありますね。でこちらプロジェクターにスピーカーを搭載しているのでリモコン操作で音量を上げることができます。音量としても十分ですね。しかも音質も結構いいように思います。しっかり低音がちゃんと響いてくるようなスピーカーですね。明るさは450ルーメンとされています。一般的な電球とか白熱球と近しいぐらいの明るさですね。もう本当に視認性としては十分高いです。そしてこちらの MOGO3 Pro はこのスマホと連携させることによってまたいろんな機能が使えるようになります。例えばですね、こちらのスマホの画面をミラーリングすることもできるんですね。これだ、マジキャスト。こんな感じでスクリーンミラーリングが、表示されるので出てきました。スマホの画面上に出てきたのでこれをタッチして、はい、これで完全に僕のスマホの画面が表示されましたね。もちろん横向きでも、はい、動作します。これの使い方としては例えば写真ですよね。スライドショーのように表示して楽しむっていう時にはこんな感じでいろいろとシェアしながら共有ができて楽しめるんじゃないかなというふうに思います。割と簡単にセットアップができたのはすごくいいですね。また先ほど話した通りこちらの MOGO3 Pro はスピーカーの音質としてもかなり優秀だなというふうに感じています。でこれをスピーカーとして使用することもできるんですね。これも実際に使ってみようと思います。スピーカー自体は、Bluetooth 接続でスマホなどと接続することができます。それをする際には、こちらのプロジェクトを一旦こうやって閉じてでこれを少しだけこうやって上げるんですね。そうすると雰囲気スピーカーモードというのが起動します。でこんな感じでですねライトがつくようになるんですね。そしてスマホから Bluetooth デバイスを選択してすごいちょっとわかるかな。実はちょっとずつ色が変わって演出として盛り上げてくれてるんです。これがちょっと揺れてる、火が揺れてるような雰囲気を出してくれていて、これ面白いですね。めちゃくちゃいいな。こんな感じでいろんな用途で使えるのがこちらの MOGO3 Pro なんです。スピーカーとしての性能にも自信があるからこその機能ですよね。感想として特に驚いたのは先ほど紹介した機能のうちの主に2つです。1つはセットアップの手軽さ。プロジェクター、僕の場合普段から位置を固定しているわけではないので何か使う時に引っ張り出してその都度角度調整とか
あと台形の補正とか高さの調整とか全部やらなきゃいけないんですよ。正直価格が低いプロジェクターだとこれをいちいちセットアップすることにもう2分3分使ってもうめんどくさい、使わないみたいなね、結構あるんですけど、最初の最初が結構ストレスになることは多いんですが、その点この MOGO3 Pro が使いやすいなと思ったのは、もう位置を動かした瞬間に補正を始めてくれるんですよ。なんかちょっと違うなと思ってさっと動かすとすぐに補正が始まって、オートフォーカスですぐにピントがあって、補正も台形補正しっかりしてくれる。台形補正はプロジェクターを使うたびにストレスになることが多かったので本当にありがたかったです。そして2つ目が迫力のあるスピーカーの音です。これもね、僕びっくりしました。音質の良さはある程度このハーマンカードン製のスピーカーということで保証がされていたと思うんですが、音量でここまで迫力があるとは思いませんでした。家の中であればボリューム100までありますけど、多分ね20ぐらいで全然十分だなと思いました。音圧というかね、特に映画とかを見る場合にはかなり重宝するんじゃないかなというふうに思いました。このコンパクトなボディにこれだけのギミックが詰め込まれているというのはものすごく僕も気に入ったポイントではありました。少しだけ気になった点をお話ししたいと思います。一つはどうしようもないんですが、やっぱバッテリーがないことですね。内蔵バッテリーがなくて基本的にはこういったケーブルをつけることになるというふうにお話をしましたが、大型で据え置き型で本当に流しっぱなしで使うようなプロジェクターであればもちろん電源供給があってもいいと思うんですが、こういったカジュアルに使うためのプロジェクターだったりだとか、あとは屋外にね、野外に持っていくようなシーンも想定されるようなプロジェクターなので、別売りのバッテリースタンドを買うという手もあるんですが、それもそれで場所を取るというのはあるので、悩ましいですね。バッテリーを内蔵していない分軽さだったりとか、あとは劣化が気にならないっていうところも一個メリットとしてはあると思います。セットアップの手間をかけたくない僕としては、もう電源オンだけで使えるというのは一個メリットになるので、なかなか悩ましいトレードオフな問題かなというふうにも思いました。で、2つ目が接続端子の問題です。というのもこの MOGO3 Pro、実はここの部分に、端子をこうやって入れることができます。これで先ほど紹介した Google TV だとかスマホからのワイヤレスの転送だけではなくて、有線で映像を出力することもできるんです。ただここに入れられる端子が USB-A とマイクロ HDMI の2つなんですね。マイクロ HDMI、 あんまりというか全然普段使わない端子ですよね。なので例えばスイッチとかを接続してプロジェクターで投影しながらゲームをしたいっていう時にも別でHDMI to マイクロ HDMI みたいな変換ケーブルが必要になります。これはね、ちょっと手間ですね。せめて普通の HDMI に対応してくれればなというふうには感じました。悩ましいですね。一回買ってしまえばいいんですが、ケーブル増やすのもなっていうところはあるので、この点もねできればちょっと小型化とのね兼ね合いもあるのでどうしてもしょうがないところかなと思いつつ気になったポイントでしたね。はい、以上が、今回この MOGO3 Pro をお貸し出しいただいて使ってみた感想、そして気になったポイントでした。ということでいかがだったでしょうか。本当にねいろんな意味でちょうどいいスペックの、この MOGO3 Pro だったと思います。普段家ではテレビつけるよという方でも、いろんなシーンにおいてこういったプロジェクターって活躍するので1台持っておいてもいいんじゃないかなと僕は思いました。気になった方はぜひ概要欄の方にリンクを貼っておきますので、この XGIMI さんの製品見ていっていただければと思います。ということでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。